2021年に誕生30周年を迎えたソニックシリーズ。その後もソニックフロンティアやソニックザムービーが大ヒットするなど、その勢いはとどまるところを知りません。ですがそんなソニックシリーズは、実は過去に色々とやらかしたことがあり、天草へシリーズ消滅の危機に陥ったことすらあります。ということで今回は、ソニックシリーズの歴史と、過去のやらかしを一挙に解説していこうと思います。一体ソニックに何があったのか、ぜひ最後まで楽しんでくれよな。それでは、早速スタートです。ソニックの姿は、皆さんどこかしらで見たことがあるでしょう。青い体と頭のトゲ、赤い靴などが特徴ですね。ソニックはセガの看板キャラクターで、ちょうど任天堂におけるマリオのようなポジションです。そんなソニックが主人公のソニックシリーズは、1991年に初代ソニック・ザ・ヘッジホッグが発売されてから現在まで、50本以上もの作品が発売されています。全世界の総売上本数は、なんと驚異の15億本。まさに日本が世界に誇るモンスタータイトルですね。日本どころか、アメリカや中国の人口よりも売れてるのやばすぎる。そんなソニックの魅力といえば、やっぱりその圧倒的なスピード感。シリーズ初期の頃はまだ横スクロールのゲームでしたが、他のゲームでは味わえない最高の爽快感をプレイヤーに提供してくれました。当時のゲーム機の性能を限界まで使って作られたスピード感は、多くのゲーマーたちを魅了したぜ。そしてその後もソニックシリーズは進化を続け、横スクロールから 3D へと進出。自慢のスピード感もここまで進化しました。ソニックは生まれてこの方30年以上、ハイスピードアクションゲームという独自のスタイルを貫き続けているぜ。さらにソニックの活躍はゲームの中だけにとどまらず、漫画やアニメ、最近では実写映画化も果たしましたね。しかもこの実写映画は、現在はマリオに抜かれてしまいましたが、それまではゲーム原作の実写映画の中で、歴代1位の興行収入を誇っていました。ゲーム原作といえばポケモンやモンハンの映画もあるのに、こういうビッグタイトルにも勝ってたってことになるぜ。ソニックすごい。他にも色々とてつもないことを成し遂げてるんですが、詳しくは別の動画で紹介していますので、興味のある方はこの動画の後にぜひ見てみてください。このように数々の偉業を成し遂げてきたソニックシリーズですが、その歩みは決して平坦なものではありませんでした。それどころか、ソニックはこれまでに4回ほど、シリーズが終わりかねない大事件を引き起こしています。一体ソニックは何をやらかしたのか。ここからは、ソニックシリーズがやらかした数々の事件を、ソニックの歴史を振り返りながら見ていこうと思います。ソニックシリーズの歴史は、1991年から始まります。当時セガは、メガドライブというゲーム機を引っ提げてゲーム業界で戦っていましたが、ライバルの任天堂に大きく遅れをとっていました。当時の任天堂は、ちょうどスーパーファミコンが大ヒットしていた頃、スーパーファミコンという圧倒的な王者に対し、セガはなかなか対抗できずにいました。そこでセガは、任天堂におけるマリオのような、会社の看板となるゲームを作ることにします。その結果生み出されたのが、ソニックです。メガドライブの性能を最大限活かしたハイスピードアクションと、そのスタイリッシュなデザインは主にアメリカで大受けし、全世界売上400万本を超える大ヒットを記録。さらにその年のクリスマス商戦で見事、任天堂のマリオにも勝利したのです。ここから、ソニックシリーズの伝説が始まりました。続く1992年には、シリーズ2作目のソニック・ザ・ヘッジホッグ2が発売されます。このゲームの中では、今ではおなじみとなったテイルス、スーパーソニックが初登場。さらに、ソニックが丸まって高速移動するスピンダッシュというアクションも実装され、今のソニックの原型が作られました。しかもこの頃のソニックは、ヨーロッパでも人気が爆発。当時のイギリスではなんと、ヒースロー空港という場所に、ソニック2のゲームソフトを満載に詰め込んだチャーター機が3機着陸し、それを50体のソニック着ぐるみが出迎えるという大イベントが開催されたほどでした。ソニック2だけのためにチャーター機3台。とてつもない大盤振る舞いだな。ソニック50体はなかなかカオス。それでもソニックの勢いは止まらず、続く1993年には、メガドライブの周辺機器、メガ CD 向けに、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD が発売。シリーズおなじみのエミーとメタルソニックが初登場し、またオープニングとエンディングにはアニメーションがつきました。このメガ CD は当時の価格で5万円もする超高級品だったのですが、にもかかわらずこのソニック CD も、全世界で150万本を売り上げるミリオンヒットを記録しています。そして続く1994年に、シリーズ初期の集大成となる、ソニック・ザ・ヘッジホッグ3、ソニック&ナックルズが発売。これらは一つの物語が2本のゲームに分かれており、前半がソニック3、後半がソニック&ナックルズに収録されていました。ソニック3では、またまたシリーズおなじみのキャラであるナックルズが初登場。さらにゲームソフトにも、驚きの工夫が施されていました。なんと、ソニック&ナックルズのカートリッジにソニック3を差し込めるようになっており、この状態でゲームを遊ぶと、ソニック3とソニック&ナックルズをつなげてプレイできるようになっていたのです。もはや工夫ってレベルじゃない。どんな仕組みなのか意味不明だぜ。セガの技術力がなせる技ですね。そんなソニック3とソニック&ナックルズも、分作にもかかわらずそれぞれがしっかりミリオンヒットを記録。またこの他にもソニックは、マイケル・ジャクソンとコラボしたり、アメリカの人気投票でミッキーマウスに勝利したりもしています。
もはや凄すぎてわけがわからないぜ。もはや、ソニックの人気は盤石のものとなった。かと、思われたのですが。なんだ、急に不穏な空気が。ここで、ソニックシリーズ第一の事件が起こります。その名も、ソニック失踪事件。失踪？ソニック3が発売された1994年、セガはメガドライブの後継機、セガサターンを発売しました。セガサターンは、プレイステーションとシェア争いを繰り広げたゲーム機で、まだ荒削りではありましたが、3D ポリゴンのゲームも遊ぶことができました。当然ファンは、この最新ゲーム機でソニックの新作が出ることを期待していたのですが、なんとこのセガサターンで、ソニックの新作が出なかったのです。なんだってこれは今で言ったら、スイッチでマリオやポケモンの新作が出ないようなものですね。厳密にはレースゲームや、過去作をまとめたオムニバスゲームなどは出ていたのですが、いわゆる本編新作は作られませんでした。セガの看板タイトルなのに、なんでこんなことに。もちろん色々な理由があったのだと思いますが、一つの理由として、制作側のソニック疲れがあったそうです。1991年の第1作目から4年間、ずっとソニック漬けの日々を送ってきた制作チームが、新しいゲームを作りたくなったのだとか。まあわからなくはないけど、やっぱりファンからすると残念な気持ちが強いよな。当時のソニックの制作チームは、ビジネスマンというよりも生粋のクリエイター集団といった感じでした。そのため売れるゲームを作るというよりは、自分たちが作りたいもの、表現したいものを作るというマインドが強かったのでしょうね。そしてセガサターンでソニックの新作が出なかったことで、ソニックの波がどんどんしぼんでいってしまいます。この期間に離れてしまったファンも多かっただろうな。なんともったいない。このままソニックは衰退してしまうのか。そんな声もちらほら聞こえてくるほどでした。ですがソニックは、そんなやわなキャラクターではありません。ここから、ソニックの大逆転劇が始まるのです。1998年11月、セガはセガサターンに次ぐ次世代機、ドリームキャストを発売します。そしてこのドリームキャストで、とうとうあのソニックが帰ってきたのです。しかも帰ってきたソニックは、我々の想像をはるかに超えた進化を遂げていました。なんと、これまで横スクロールだったゲーム性が 3D になり、ソニックのデザインもよりスタイリッシュに変化。さらには、全登場キャラクターにボイスまでついていたのです。もちろんソニックならではのスピード感も大きく進化しており、3D になったステージを縦横無尽に駆け回る爽快感は、多くのゲーマーたちの心をわしづかみにします。そして、そんな劇的な進化を遂げたソニックシリーズ最新作、ソニックアドベンチャーは、売上242万本という大ヒットを記録。ソニックシリーズの復活を印象づけました。ソニックが帰ってきたぞー。しかし、この見事な復活劇をやってのけたソニックに、またしても大事件が降りかかるのです。なんだって。2001年1月、なんとセガは、ドリームキャストを含む家庭用ゲーム機の製造中止と、ゲーム機事業からの撤退を表明しました。これが、ソニック史に残る第2の事件。ゲーム機なくなっちゃった事件です。おい嘘だろー。ドリームキャストは性能こそ当時のライバルたちに引けを取らないほどでしたが、様々なトラブルが重なった結果、深刻な生産不足に陥ります。さらにゲームソフトの供給も滞ってしまい、売りたくても売れない状況に。それら様々な要因が重なった結果、ドリームキャストはゲーム機市場で惨敗してしまい、セガはゲーム機事業から撤退することになってしまったのです。どうしてこんなことに。せっかくソニックが舞い戻ってきたのに。ですが、このゲーム機事業からの撤退が、くしくもソニックにとって追い風となるのです。どういうことだ？ゲーム機事業から撤退したセガは、その後他社のゲーム機向けにゲームソフトを作ることになります。そしてその結果、なんとソニックのゲームが、任天堂のゲーム機から発売されることになるのです。ゲーム機事業からの撤退を表明した2001年の6月、セガはソニック10周年記念作として、ソニックアドベンチャーシリーズの続編、ソニックアドベンチャー2を、ドリームキャストから発売します。ですがそのわずか数ヶ月後にセガは、ソニックアドベンチャー2のグラフィック面などを強化した、ソニックアドベンチャー2バトルというゲームをゲームキューブから発売。さらに2003年6月には、ソニックアドベンチャーの移植版であるソニックアドベンチャーデラックスも、同じくゲームキューブから発売しています。そしてその半年後に、セガはソニックシリーズ最新作である、ソニックヒーローズを発売。このソニックヒーローズはゲームキューブだけでなく、PS2 や Xbox からも発売され、その総売上本数はなんと500万本を記録。ソニックの人気が再び最高潮に達することになります。ゲーム機事業から撤退したことで逆にいろんなゲーム機からソニックが発売されることになり、ソニックの認知度が一気に広がる結果になったんですね。さらにこの2003年には、ソニックのアニメシリーズであるソニック X も放映され、まさにソニック第2の全盛期とも言える盛り上がりを見せていました。すごすぎる。逆境をも力に変える、さすが我らがソニックだぜ。これでもうソニックの人気も安泰だな。いやいや、まだまだ事件は終わりませんよ。嘘やん。ここから一体何が起こるっていうのさ。第2の事件はセガのやらかしだったので、ある意味ソニックは被害者でした。ですが、ソニック15周年にあたる2006年、今度はソニックシリーズ自身が、とんでもないことをやらかすのです。
2006年、ソニック誕生15周年のタイミングで、セガはソニックの対策ゲームを発売します。その名も、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。ここからまた新たな一歩を踏み出すという意思表明も兼ねて、あえてシリーズ1作目と同じ名前にしたタイトルです。その内容は、過去、現在、未来を駆け巡る壮大なストーリーや、総勢9体の操作キャラを引っ提げた、非常に遊び応えのあるものになっていました。しかし、ソニックをさらに進化させるという意気込みで作られた今作は、あるとんでもない欠陥を抱えていたのです。その名も、ロード&処理落ち地獄。今作は、スタッフのこだわりが大量に詰め込まれたがために、とんでもなく重いゲームになっていました。例えばステージに入る時のロードが長いのはもちろんのこと、たった一言のセリフを表示するために、20秒以上ロードが挟まることもあります。さらに操作中の処理落ちもひどく、特に敵との戦闘中はかなりの確率で処理落ちが発生してしまいますね。戦闘中とか、一番処理落ちしてほしくない時なのに。このあたりは過去に別動画でも解説しているので、もっと詳しく知りたい方はぜひこちらの動画も見てみてください。このように今作は、ストーリーや音楽、登場するステージなどは非常にハイクオリティなのですが、いかんせんこの長いロードと処理落ちが頻発するために、非常に遊びづらいゲームになってしまいました。発売前の話題性もあって売り上げこそ269万本でしたが、購入者からの評価は散々。ゲームレビューサイトのメタクリキックでも、46点という低評価を受けてしまいます。スピードが売りのソニックだからこそ、長いロードや処理落ちは余計に印象が悪かったのかもしれないな。せっかくの15周年記念作なのに、なんともったいない。ストーリーやコンセプトは素晴らしかっただけに、なおさらもったいないという印象を受けてしまいます。これが、ソニック第3の事件。無限ローディング事件です。いくらストーリーが良かったとしても、ゲーム性がダメだと評価されづらいんだな。この失敗の反省からか、このゲーム以降のソニックは、ゲーム性がどんどんシンプルになっていきます。まず操作キャラは基本ソニックのみになり、ストーリーも軽いものに。ですがその代わり、ハイスピードアクションゲームという原点に立ち返り、ソニックのスピード感をとことん追求するようになりました。その回もあってか、ソニック・ザ・ヘッジホッグ以降に出た作品も、売り上げは好調をキープ。ソニックのストーリーやキャラクターが好きだったファンからすると物足りない時期が続きましたが、ソニックのハイスピードアクションが好きだった人たちからはかなりの高評価が得られました。なんだかんだソニックの人気は根強いな。無限ローディング事件もなんとかリカバリーしたみたいだし、今度こそソニックは安泰じゃないか。そう思いたいところですが、残念ながらまだです。知ってた。むしろ、この後が一番ヤバい。ソニックが本気で終わりかけた事件が起こります。2013年、ソニックは Wii U と 3DS 向けに、新作ゲームを発売します。その名も、ソニックロストワールド。それまでの傾向と同じく、操作キャラはソニックのみ。ストーリーも軽めで、アクション性重視のゲームです。ですが今作は、それまでのソニックと大きく違う点がありました。それは、ソニックが遅いということ。このソニックロストワールドは、ソニックが速すぎてうまく動かせないという声に応え、初心者用ソニックとして作られたゲームでした。確かにソニックのスピード感はどんどん上がってたから、アクションゲームに慣れてない人は結構操作が大変だっただろうな。たまには初心者用があってもいい気がするぜ。そう、初心者用ソニックがあること自体は、全く悪いことではありません。それが本当に初心者用ならですが、またしても不穏な空気。実はこのソニックロストワールドというゲームは、蓋を開けてみれば、初心者用という皮をかぶった超クロート向けゲームだったのです。確かにソニックが遅いため操作はしやすいんですが、その代わり、シンプルにステージが難しい。特に即死ギミックが多いんですね。落下ポイントも多いですし、突如巨大な怪物に捕食されて即死するパターンや、フクロウ型ロボットのサーチライトに照らされると即死という、超絶理不尽なギミックもあったりします。なんだそりゃ、全然初心者向けじゃねえ。さらに今作はソニックの動きが遅いわけですから、ソニックのスピード感が好きだった従来のファンは、物足りなさを感じたことでしょう。加えてストーリーは軽めで、操作キャラはソニックのみなので、ソニックアドベンチャー時代のような大作が好きだった人にも刺さらない。つまりこのソニックロストワールドは、初心者向けじゃないどころか、誰向けでもないゲームになってしまっていたのです。ただただ難しいアクションゲームってだけで、ソニックらしさはほぼないな。難しいアクションゲームとしては十分遊べる面白いゲームなのですが、ソニックではありませんでしたね。ネットでの評価も芳しくなく、メタクリキックのスコアは63点。さらに今作は、販売が伸び悩んだ Wii U で発売されたという経緯もあり、その売り上げは Wii U と 3DS 合わせて、71万本にとどまりました。ついにソニックシリーズの本編作品が、100万本を割り込んでしまう結果となったのです。ただし、この出来事は序章に過ぎませんでした。ここから、ソニック第4にして最大の事件。新作売れねえ事件が始まります。シンプルだけど一番怖い。続く2014年、セガは新しいソニックゲームとして、ソニックプーンというシリーズを展開します。これは新しい世代のファンを獲得するために生み出されたシリーズで、従来のソニックからかなり大胆な変更が加えられていました。
例えばソニックたちのデザインがかなり違っていますし、ゲーム性も探索要素が多めに搭載されるなど、これまでのソニックとはだいぶ違ったものになっていましたね。これもソニックの動きがゆっくりだな。嫌な予感。ソニックプーンシリーズからは、まずは Wii U 向けと 3DS 向けに日本のゲームが発売されたのですが、その評価はご覧の通り。じゃあ、さらに売上本数は、この2本を合わせて49万本です。終わりだー。とうとうハーフミリオンにすら届かなくなってしまいました。ちなみにここまで評価が悪くなった理由は何かというと、シンプルにこれはソニックじゃないと感じたユーザーが多かったからだと思われますね。やっぱりソニックからスピードを奪っちゃダメなのよ。続くソニックプーンシリーズ3作目、ファイアー&アイスは、評価こそ前作よりマシになりましたが、売上は悪化の一途をたどります。ソニックプーンシリーズは現状この3作品のみですが、3本合わせても100万本に満たないという、超大爆死シリーズとなってしまいました。新作売れねえ。ソニックロストワールドと合わせて、直近5作品が立て続けに爆死してしまったソニックシリーズ。続く2017年には、3D ソニック完全新作のソニックフォースと、ソニック初期作品をアレンジしてまとめ直した、ソニックマニアというゲームが発売されます。どちらもスイッチ、PS4、Xbox、PC とマルチに展開され、なんとかミリオンヒットは達成。ですがこれだけ色々なゲーム機で展開され、さらにスイッチや PS4 がかなり普及していたことを考えると、決して喜べる数字ではないですね。ソニックヒーローズの時は、ゲームキューブと PS2 と Xbox で500万本だもんな。ソニックがどんどん下火になっていく。特にこのソニックフォースの方は、3D 本編作品だと2013年のロストワールド以来、4年ぶりの新作。さらに予告映像などを見ると、ソニックアドベンチャー時代を彷彿とさせる大作になりそうな気配がありました。そのためファンは大いに期待していたのですが、蓋を開けてみると、ストーリーは数時間程度で終わってしまうほどのボリュームしかなく、売り上げもそこまで振るわない。今度こそソニックは終わったと、頭を抱えたファンも多かったようですね。期待してた分ダメージが大きかったんだな。でもここまで新作が売れない時期が続いたら、誰でも頭を抱えちゃうと思うぜ。確かにこの頃のソニックは、正直迷走気味でした。色々と新しい試みを試していましたが、どれもユーザーの心に響かない。まさにソニックシリーズにおける、暗黒期と呼んでいいでしょうね。ソニックはもうオワコンだ。そんな声も少なくありませんでした。ですが、やはりソニックの底力はすごかった。ここから再び、ソニックの大楽天劇が始まるのです。ソニックの大楽天劇。そのきっかけとなったのは、2020年に公開された実写映画、ソニック・ザ・ムービーです。この映画がアメリカを中心に世界中で大ヒットし、なんと当時のゲーム原作映画の中で、歴代1位の興行収入を記録します。これめちゃくちゃ流行ったよな。まあここでも一つやらかしてるんですけどね。このソニックの実写映画なんですが、実は公開日が延期されているんです。もともとは2019年12月に公開予定だったのですが、その後2020年2月に延期されました。この延期の理由は、キャラクターのデザインを変更するためです。実写版ソニックの映像が初めて公開された時、その見た目が妙にリアルで気持ち悪いという意見が殺到し、急遽ソニックのデザインが作り直されることになったんですね。わざわざ作り直すなんて、どれだけ気持ち悪かったんだ。実際の姿がこちらです。これはキモい。綺麗。その後、新たに作り直されたソニックのデザインは概ね好評で、映画も無事に大ヒットを記録することになりました。このやらかしのおかげで話題性が上がった感もあるな。何はともあれ、ここでソニックの実写映画が大ヒットしたことで、ソニックは新たなファンを大量に獲得することになります。そして2021年、セガは映画からファンになった人たちに向けて、過去作の中でも難易度が優しめな、ソニックカラーズのリマスター版を発売。映画でソニックを知った人たちに、ゲームにも興味を持ってもらえるよう促しました。そして2022年、前作のソニックフォースから約5年ぶりに、3D ソニックの完全新作が発売されます。その名も、ソニックフロンティア。これまでの作品からガラリとゲーム性を変えた意欲作です。従来の 3D ソニックは決められたコースを駆け抜けるゲーム性でしたが、このソニックフロンティアは、オープンゾーンと呼ばれる広大なフィールドを自由に駆け巡ることができます。ソニックといえばスピード感が売りでしたが、スピードを速くするほど難易度が上がってしまうというジレンマがありました。そのため、初心者はなかなかソニックのスピード感を堪能できないという問題があったのですが、このオープンゾーンの登場により、誰でも簡単にソニックのスピード感を味わえるようになったんですね。もちろん従来のソニックが好きという人のために、決められたコースを駆け抜けるパートも実装されていました。随分思い切って変えてきたな。ソニックが勝負に出た。ここでも失敗すれば、今度こそ終わりかもしれない。そんな一世一代の大勝負でしたが、ソニックはその勝負に、見事勝利することになります。このソニックフロンティアは、ここ最近の不遇だった時代にピリオドを打ち、全世界で350万本という売り上げを記録したのです。きたー。ソニックの復活だー。まだ全盛期には及びませんが、それでも2013年から続いた不遇の時代と比べると、確実にフェーズが変わったと言えるでしょう。
また2022年はソニックフロンティア以外にも、ソニック初期作品を全てまとめたソニックオリジンズ、実写映画の続編、ソニックザムービー2、さらには新作アニメシリーズのソニックプライムも公開されるなど、ソニック尽くしの年になりました。続く2023年も、ソニックフロンティアの追加 DLC が配信され、ソニックオリジンズの強化版であるソニックオリジンズプラスが発売され、さらに 2D ソニックの完全新作、ソニックスーパースターズが発売。そして2024年も、ソニックシャドウジェネレーションズの発売や、実写映画第3弾、ソニックザムービー3の公開が控えているなど、ソニックの勢いはとどまるところを知りません。ソニックザムービー、そしてソニックフロンティアを皮切りに、ソニックが再びかつての盛り上がりを取り戻し始めているのです。よかった、本当によかった。もちろんまだ油断はできません。例えばソニックフロンティアは大ヒットしたものの、ソニックスーパースターズの方は売り上げがいまいち伸び悩んだりしています。今後ソニックの人気をどこまで伸ばしていけるか、まさに今が正念場といった感じですね。ある意味今が一番面白い時期かもしれないな。これからのソニックがどのような展開になるのか。今はその一挙手一投足、すべてに目が離せない状態です。これまで何度も事件を起こしながら、不死鳥のごとく蘇ってきたソニックシリーズ。今回も再び蘇ったソニックは、今後どこまで飛翔できるのか。これからのソニックにぜひ注目です。以上、ソニックのやらかしの歴史でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。